ということで、4日間滞在したこの宿、今からチェックアウトして、ISBT のね、バスターミナルの方まで向かおうと思います。この部屋、トイレ、シャワーは共同ですけれども、こんな感じで、ちゃんとテレビもついていて、部屋もね、綺麗で広くて、これでまあ600だったら全然 OK でしょというような感じです。ちょっと今からシェアタクシーでも拾って ISBT の方へ行ってこようかなと思います。コヒマはね、こんな感じでも朝からね、渋滞、やっぱ道が細いんですよね。ISBT までも結構時間かかるんじゃないかなっていうような気がするんですよね。今売宅で着いたんですけど、いやちょっと門行きのバスが止まってないんだよな。めっちゃ心配。ちなみに市内からこの ISBT までバイクタクシーで150でタクシーで200ね。でシェアタクシーはね見つけられませんでした。どうやらこのアボイっていうのが門に行くらしい。いやいや助かった。乗れる一時初だって。ということでこのバスが門に行きます。ということで無事チケットもゲット。門まで1000ですね。今ディマプール到着。あれですね、ナガランドから一旦アッサムに出るんですね。はい。ここで晩ご飯休憩。夜行ですね、夜行。ただね、ちょっとね、心配なのがね、到着時間なんですよ。どうやらね、3時とか4時のね、未明にね、到着するみたいなんですよね。それがまあちょっと嫌なんだけど、まあ仕方がないんで、ご飯も食べたんで、ぐっすり寝ようと思います。ということで朝の4時に着。いや今バス降りるときにね足くじいちゃって、いやこれちょっとダメだな。多分明日にはめっちゃ晴れると思う。いやこれどうしよっかな。ちょっとほんともうすでに足が腫れ始めた。もうめっちゃピンチ。いやちょっとやばいわ。もう足がっつり腫れてきた。いやちょっとようやく朝は明けてきたんだけど、もうちょっと足がダメっすね。これどうしよう今後。荷物を背負って歩けない。絡みの状態でもちょっとね6ステップ歩けないような状態になってきたんで、かなり捻挫のレベルとしてはひどいものになってしまったような気がする。これちょっと困ったな本当に。
立ってる分には大丈夫なんだけど、やっぱ歩くとダメ。このバックパックはもう背負えない。重くて。っていうか、これ背負ったままに足くじいちゃったんで、オートリクシャーにホテルでも連れて行ってもらって、休むんだけど、1日2日でどうなるレベルじゃないと思うんですよね。もう、これ靴下履いてる状態からでも分かると思うんですけど、右側がもうパンパンになってるんですよね。門の宿ね、やっぱなくて、今電話してオーナーに来てもらうっていう風な形になるんですね。こんな感じ。もう分かりますかね、このくるぶしのところがもうすでにパンパンに腫れてきてる。分かるかな、ここね、ここがもうパンパン。あ、痛いな。この門から村を巡る予定だったんですけれども、てか徒歩で行かなきゃいけないところっていうのがあるんですよ。そこはちょっともう無理かな。そんなこの足で5キロも10キロも歩ける気がしない。とりあえずちょっと、これ心臓より高く上げといて、様子見てみます。いや、今ちょっと、昼ご飯を食べに、外出たんですけれどもね、やっぱりダメっすね。もう足痛くて仕方がない。これはちょっともう、せっかく門まで来たけど、村巡りとかはちょっとできないですね、これは。もう100メートル歩くのが結構大変。いや、でも景色は綺麗だな。いや、これちょっと本当足痛めたの痛いわ。この景色めっちゃいいんですよね。街歩き絶対楽しいところなのに、全然歩けない。いや、階段をね、登るのが一苦労なんですよ。めっちゃ大変。もう景色これっすよ、これ。いや、ちょっとこれは本当惜しいな。やっちゃったな。骨折はねしていないのはわかるんですけれどもね、もうちょっと足の腫れが半端なくて、今ねちょうどね痛み止めが切れてきたタイミングだと思うんですけれども、そうするともうかなり歩くのもきつい。ちょっと今日は一日部屋で安静にしておいて、でそれで多少ねマシになったら明日タクシーでもチャーターしてどっか近場の村でも行けたらいいなとは思うんですけど、ただ仮にタクシーチャーターしてももう歩けないですからね、今の状態だと。ちょっとどうなるのか分かんない。ただ仕方がないんで、ちょっと状況を見てみようと思います。はい、ということでね、この度始まって今最大のピンチと言いましょうか、ちょっと今どういう状況かっていうとですね、もう右足がもうパンパンに腫れ上がって、6スッパ歩くこともできないっていう風な形なんですね。で、昨日の昼にね、コヒマをバスで出て、未明の3時とか4時にですね、今僕がいる門っていう町に着いたんですよ。でも夜行バスだったっていうこともあって、結構ね頭もぼーっとしている状態で、バスを降りようとした時にもね、ドアのところにねタクシードライバーの客引きとかっていうのがバーッと集まってきていて、そのね群れの中をこう降りようとした時に誰かの足を踏んじゃったんですよね。でその時に足をくじいてしまってね、しかも、荷物とか全部持っている状態だったんで、もうやった瞬間にもこれは結構ね重傷だなというふうな形で、骨はね折れてないっていうのは分かったんですけれども、捻挫ですよね。結構重めのね捻挫になってしまったなと思っていて、でその後もホテルに着いてですね、足をね心臓より高いところに上げて休んでいたんですけれども、やっぱりねどんどんと腫れが出てきて、で昼にねご飯を食べに外出たんですけれども、やっぱりもうその時になるとね右足がもうガチガチになっていて、もう動かないような形ですね。ほんとよちよち歩きみたいな感じで、でこの宿っていうのは3階にあって、階段をね上り下りしなきゃいけないんですけれども、その階段の上り下りからしても
かなりきついっていうことで、本当どうしようかなっていうふうな感じなんですよ。今僕がいるナガランドの門っていうのはナガランド州の中でも辺境にあって、この辺はコニャック族っていうね、かつて首切りの習慣があった、そういった人たちが住んでいて、いろいろと村っていうのがあるんですね。で本来は僕はこの門っていうのを起点にして、そういったかつて首刈りの習慣があった村っていうのをね回る予定だったんですけれども、そういうところも本当はね徒歩で行く予定だったんですね。途中までバスとかねリキシャで行ったとしても、やっぱり徒歩で行かなきゃいけないところっていうのがほとんどなんですよ。ただせっかくですねこの門に来ておいて、この宿の周辺ね100メートルぐらいしか歩けないっていうのは、それはなんかめちゃくちゃもったいないっていうふうな気もするんで、とりあえず今日ね一晩寝てみてね、明日どうなるのか、一晩寝たところでねなんか腫れが引いたりするってことはないとは思うんですけれども、多少ね痛みが引くようなことがあればね、タクシーであったりリキシャっていうのをチャーターして、村の近くまで行ってもらってね、そこから多少歩くなりして、なんかねどっか一つぐらいはね村を見ておきたいなっていうところがあるんですよね。ただ今の状態だったらそれもね結構難しいかなっていうところで、ある程度ね歩けるようになるまではここで待機しなければいけないかなとは思うんですけれども、ここでもまた一つ問題でですね、この門っていうのはねやっぱり辺境っていうこともあって宿代が高いんですよ。で今いる僕の宿っていうのも1500ルピーするんですよね。で多分ねそれがね底値なんですよね。っていうのは僕この宿に来る前にタクシーの運転手にね今自分が足くじいちゃっても歩けないから、ちょっとめぼしいところのホテルやゲストハウスにちょっと電話かけてもらって値段っていうのを聞いてもらったんですよ。じゃあね底値がね大抵もうね2000ルピーなんですよね。でここが唯一1500っていうところで、そういうこともあってねあまり長居はねしたくはないんですけれども、とは言ってもね今現状バックパックを背負ってちょっと歩くとかっていうのは厳しい状態なんで、ある程度腫れと痛みが引くまではちょっとここで待機かなというふうな形になっています。であとねもう一つねネットがないんですよ。この宿自体 Wi-Fi っていうのもないですし、であと僕がね使っているこのスマホのね SIM カード、これがね VI っていうふうに書いて V っていうねSIM カードなんですけれども、これがねもう全然ねここ入んないんですよ。っていうかセブンシスターズに入るとねほとんどね入んなくなって、コヒマなんかは使えたんだけれども、この門に来るとね、地図を見るぐらいしかできないっていうこともあって、図らずもデジタルデトックスみたいにはなっているんですけれども、現状はとりあえず今日一晩しっかり寝てみてね、明日の朝右足がどうなっているのか、で仮にね、解放に向かうようなことがあれば、近くの村あたりはね行ってみたいなとは思うんですけれども、そういうことまでちょっとこの先どうなるのかっていうのは分かんないですし、せっかくこのナガランドのね門にまで来ておいてコニャック族のね村に行けないかもしれないっていうのはね痛恨の極みではあるんですけれども、であと年食ってくるとねこういったね怪我のね治りっていうのも本当遅くなるんで、とりあえず現状としてはね右足パンパン状態で、ほとんど歩けないっていうふうな形なんでね、今はねこの門でちょっと待機して、足がね良くなるのを待ってみようかなというふうに思っています。ということで今からちょっと早めなんですけれども晩ご飯食べに行ってこようと思います。夕暮れ時の門、門はねコヒマと比べると多分標高がだいぶ下がると思うんですけど、昼間はね結構暖かいんですけど、それでもやっぱり夕方になると一気に気温が下がってくる。ということで晩ご飯は豚チャーハンということで、夜になるともう真っ暗。ちょっと明日足が治っていることを祈ります。じゃあということで朝起きたら奇跡的に足治ってないかなと思ったんですけれども、もちろんそんなことはなくて未だに腫れてます。こんな感じでね。でしかもここのところ内出血の跡っていうのも出てきているんでね、まだまだやっぱりちょっと時間がかかるかなというふうな感じです。ただ動かしていない限りにおいては痛みっていうのはないんでね、昨日はちょっとね安静しててもね痛みはあったんですけれども、ただこの門での村巡りはちょっともう諦めました。そんな長時間歩けることは絶対ないと思うんで、ある程度回復したらちょっと別の街に出ようかなというふうに今思ってます。ということで今日3月4日ホーリーなんですけれども、ここはインド北東部っていうこともあってクリスチャンの世界なんで全然何もやってないですけれども、で足の状況ね、昨日と比べると痛みはなくなったかなと。ただやっぱり歩いているとまだ痛みはするんでね、今日も一日安静ですねこれは。ということでポークライスいただきます。
いやちょっと歩き始めは痛かったんだけど、ちょっと歩いているとだいぶマシになってくるな。ただこれ調子乗って歩くとダメだと思うんで、今日も一日安静にしておきます。内出血とかっていうのもね出てきてるんで、やっぱりちょっと人体の一部っていうのが切れてるんだと思うんで、そんなんで簡単にはね治らないとは思うんですけれども、ちょっと時間をかけてねのんびりと治していこうと思います。ということで今夕方の4時ぐらい、ちょっとさすがに一日中部屋にいると、昨日もねそうだったんで気がめいってくるんで、近場でね散歩してみようかなと思います。ただねやっぱり明らかに昨日よりかは歩けるようになってきてるんでね、ちょっと長距離はねまだ歩けないと思うんで、ちょっとこの辺のね本格的な村の散策っていうのはねちょっと諦めようかなとは思ってるんですけれども、それでもなんとかやっていけるかなというふうな感じですね。でこんな感じで夕日も綺麗。この門っていう街もねいい感じなんでね、本当はもっといろいろ散歩したいんですけど、でも本当昨日はね結構ね絶望していたというか、もう最悪ねもう日本に帰んなきゃいけないかなぐらいに思ってたんですけど、だいぶマシになったかなと思うんで、このまま解放に向かってくれればね、1週間後2週間後ぐらいにはちゃんと元通りになるかなというふうに思います。でもこの道もいいな。今日はやっぱり一応ねホーリーっていうこともあって多分休日扱いだと思うんですよね。店はね結構閉まってたし、子供たちも朝から元気に遊んでましたけど、ほんとこっちはねのんびりとした雰囲気ですね。いやここもいい街だ本当に。この辺はね結構ねマーケットになってますね。知らなかった。で今ね結構歩いているとそんなに痛みもなく歩けているんで、どうしよう、明日はねもう一日ここに滞在してみて、ここはモンっていう街なんですけれども、モンビレッジっていうね村があるんですよね。でそこも昨日ね聞いたところではそんな昔ながらのものが残っているわけではないらしいんですけれども、ただ村ということなんでその辺行ってみようかなというふうに思います。いやすごっ、こんな大きなスーパーマーケットかな、ショッピングモール、ちょっとここ行ってみたい気は痛いな。はい、ということでちょっとやっちゃいました。ちょっと昨日夕方結構調子良かったから今日ぐらい村行けるかなと思ったんですけれども、それで昨日夕方ちょっと歩いていたらね、夜にねやっぱりね足がね痛み出してね、やっぱちょっとダメっすね。こんな感じで内出血もがっつりと出てるんで、今日もね一日部屋で休もうとは思うんですけど、もうねただねちょっとこの街はねもう明日にはね出ようかなというふうに今は思ってます。そんな長距離の移動はしないとは思うんですけれども、ちょっと動き始めようかなと思います。腫れはねもうだいぶね収まってきたんですよ、一時と比べてね。なので回復傾向にはあると思うんですけど、ちょっとやっぱまだ痛い。というわけで夕暮れ時のモンタウン、この街明日に出ます。全然結局目的と村巡りっていうのはできなかったんですけれども、もうちょっと仕方がないかなというふうな形で明日出ます。部屋にこもってるのがもういい加減ストレスになってきたんで、足まだ全然痛いんですけど、移動ぐらいはできるだろうということで明日の街を移ろうと思います。